皆さんこんにちは。カズさんビデオです。本日は道の駅での一人車中泊になります。前回の動画でも予告しておりましたが、ハッピーワン修理後にそのまま車中泊をします。復活したてのハッピーワンで車中泊、楽しい予感しかしません。よろしければ最後までご視聴ください。道の駅大和到着しました。一周ぐるーっと回ってみたんですけど、向こうの方ですね、誰もいなかったです。今外気温5度です。結構寒くて軽く雨が降ったり止んだりを繰り返しているので、天候は悪いですね。この道の駅ですね、横こっち側が川になってて、オートキャンプ場も併設されてるみたいですね。自然豊かな場所かなっていうイメージです。はい。では後ろの方に移動していきたいと思います。車通りはまあまああるので、この音とかも含めて伝えていけたらなと思います。はい、じゃあまず中入りましょう。戻ってきました。いや、久しぶりにこういう車内に戻ってきた感じがしますね。1週間しか経ってませんけど、初めてハッピーワンを手に入れた時のことを思い出しましたね。ちょっとワクワクしてます。いいことですね。今時刻が7時になろうとしてます。気温がですね、室内 11.5 度、ちょっと寒いですね。ハッピーワンのメーターのところに映ってる外気温ですねが5度になってたので、ここ山のふもとなんですよね。ちょっとだけ標高が高いのかな。九州にしては冷え上がってます。なのでこれ出番ですね。つけていきましょう。はい、設定が18度になっているので20度にしておきます。ここのメーターは目安なんですけど、もうないですね。ちょっとはい、長押しで全開に1をしときますけど、目安です。で、実際のメモリはみんなご存知とは思いますけど、はい、この中のちょっとアナログなんですけど、このホースのこの水位ですね、水位じゃないですけど K になるのかな、指で見ていきましょう。まだ大丈夫です。で、あと冷蔵庫、今がマイナス1度ですね。設定はマイナス2度で設定してます。レモンサワー、ビール、卵、あと卵の下に肉がありますと、水と空。はい、いや、落ち着きますね。本当に最高です。一応寝る準備は整っているので、枕、こちら毛布と寝袋ですね、これを広げて掛け布団代わりにします。で、奥の方にはちょっと薄めのマットレス。はい、こんな感じで泊まる準備は万端です。今からが楽しみですね。で、もうすでにお風呂入ってきました。なので今日はもうあとはゆっくりするだけです。今から何をするかというと、チャーハンを作っていきます。それをおかずにビールでも飲んでいこうかなと。テレビで水ダウでも見ながら、昨日スペシャルだったと思うんで楽しみです。ではまずゆっくりする準備をしていきます。これですね、温度計です。気になってたのでポチりました、 Amazon で。で、これは車内の温度
をもちろん見れるやつなんですけど、でこの下にですね外の温度も見れると。でそれを見るためには別売りで売ってあるこれを外に置かなくちゃいけないと。でせっかくこうやって YouTube でお伝えしていくなら中の温度と外気温を伝えたいなと思ってましたんで、勇気を振り絞って買いました。2つ合わせて4000円ぐらいだったと記憶してます。今からこれ開けてちょっと使っていきたいと思います。電池は中に入ってましたね。よかったです。こうやって見れる。ついてる。あとこれはアプリも取らなくちゃいけないんですよね。アプリでも温度を見れるっていう風に書いてあったんで、そこら辺は、詳しくなってから簡単にお伝えしていきたいと思います。よし、じゃあちょっとこっちの方も開けてみましょう。わ、ちっちゃ、かわいい。こっち単3でこっち単4ですね。入ってますね。ありがたい。そしてこれ防水です。ちょっと一旦簡単に調べてから報告します。いろいろと調べて設定が完了しました。ちょっとズレはあるんですけど、これがこの温度計の温度ですね。でこれがこの温度計の温度ですね。もともとあったこちら 19.2 度、湿度 56%。 全然違いますね。温度計によってこんな変わるとちょっとどっちを信じていいかわからないけど、こっちにしましょう。で体感的には、このぐらいあるんじゃないかなとは思います。今は、19度に設定してて、で点滅してるってことは今止まってるってことなんですよ。この FF ヒーターの設定でこんな感じにもできるんで、送風も何もないような状態です。でアプリの設定を結局はしないといけなかったんで、アプリをインストールして登録してログインしてこれを表示したり、でこれを表示したり入れ替えたりとか、時刻もしっかり合うようになりました。素晴らしいです。アプリでもこれもコロコロ変わるし、入れ替えたらもう携帯触ったらここが表示が変わるっていう、ちょっとこういう機械好きなんで、こういうの面白いですね。これはとりあえずここに置いといて、でこれですね、外のワイパーのところですねにかけとこうかなと思います。ちょっとトイレも今からちょうど行きたいので、その時にこれをかけたいと思います。室内の温度、これですね。で今 18.1 度まで下がりましたね。18.1 ってことはないでしょうけど、温かい目で見ていきたいと思います。では今から持ってきた食材でチャーハンを作っていきたいと思いますので、その準備をしていきたいと思います。米を今から炊きます。だいたい 200g の出来高にしたいので、これ無洗米ですね。 100g の米を入れて、今からこのトフィーの炊飯器で炊きます。これは 1.5 合まで炊ける炊飯器ですね。まず炊いていきます。100g の米に対して120の水を入れて炊いていきます。じゃあこれ炊き上がるまで10分ちょっとかかるので、その間に食材とか出して準備をしていきたいと思います。こんな感じで卵2つここに入れて、今からこれを溶いていきます。でこれが炊き上がったら、まずご飯を
卵でコーティングします。で、ごま油かけて、でこれを焼いていきます。で塩コショウと醤油で味付けをして、コーティングしたこの米をドンと入れて、でパラパラになるまで焼きの最後に野菜、それをボンと入れて、でちょっとしなっとなったら完成と。あとこれは豚のもも肉ですね。ちっちゃく切ったやつがここにあります。じゃあこれもそろそろ炊けてくると思うので、さっきの段取りでやっていきます。あとちなみに温度計ですね、 5.3 度ですね。もっと寒いと思うんですよね。もうちょっと下がるような気がします。で室内の温度は 19.9 度で、はい、こっちで設定してるのも19度で、まだこれ点滅してるので稼働してない状態ですね。これが19度を切ったあたりで FF ヒーターが動き出すんじゃないかなと思いますので、それも楽しみですね。で火を使っていく前に半分ぐらい網戸にしておきます。なんか網戸にしてる間に炊けましたねこれ。じゃあちょっと開けてみます。めっちゃうまそうですね。焦げがおこげですね。めちゃくちゃうまそう。はい、じゃあ先に卵を溶いていきます。肉を焼いていきます。ごま油、やっぱごま油の流れからしてこう傾いてますね。じゃあお肉まず焼いていきます。これちょっと火使うときシートに近くないようにここでした方が良かったかもしれないですね。ちょっと移動します。こっちの方が窓も近いので、FF ヒーターがつき始めましたね。今温度が 19.3 度で外が 3.7 度、めちゃくちゃ下がってきましたね。塩コショウ、はい、一旦火止めます。で次にここに混ぜていきます。でこれ、はい、しっかりコーティングしていきます。このコーティングをしっかりすればお米が簡単にパラパラになります。はい、こんなもんでいいでしょう。ではこの卵をこの中にぶち込んでいきます。卵多めで美味しそうです。野菜入れましょう。全部いっちゃいましょう。結構好きなんですよ、こういう水菜とかサニーレタスとかを炒めるの。そんな炒めすぎなくても生でもね美味しいので、軽く和えるぐらいでいいのかなっていう。すっごい美味しそう。塩コショウ軽く振って、はい、醤油一かき、よいしょ。これが多すぎるとちょっとあんま美味しくないから調整しながら、ちょっとほんのちょっとです。もう基本素材の味が一番美味しいっていう、もうあと塩さえあればそれだけでも全然美味しい。はい、こんな感じです。結構多いですね量。これお皿に出していきます。外が 2.9 度ですね。めっちゃ寒いですね。これ面白いですね。買ってよかったですねこれは。では食べていきます。朝日スタイルフリー 4% で私にはちょうどいいです。いただきます。うまっ。最高っすね。お米がですね、そもそもやっぱこの炊飯器で炊いたからでしょうけど、
飯盒で炊いたような炊き方になるんですよ。雑っていうか、いい意味で。なのでお米も結構固めで、かつパラパラになってるんで、めちゃくちゃうまいですね。うまっ。肉もちっちゃく切ったんで、いい肉ではないんですけど、でこの野菜ですね、シャキシャキ歯ごたえもあるし、でビールもあると最高や。なんかハッピーワンデー車中泊行くの久しぶりのような気がするんですけど、冬はいいですね。クーラーの車中泊より FF ヒーターの車中泊の方が私は好きですね。まず電源が減らない。今でも 94% だし、もうクーラーだったらやっぱ RV パークに絶対行かないといけないとか、そういうのが発生するんで、電源の意味で冬の方が勝ちかなみたいな。全部食べ終わりましたんで、ここの片付けをしていきたいと思います。とりあえずこのタオルの上に全部乗っけました。もうそろそろこれは閉めて、ここで TVer で水ダウでも見ながらくつろいでいきたいと思います。結構ゆっくりできて、時刻が11時半になろうとします。室内24度、20度設定で今やってます。外 1.5 度です。めちゃくちゃ寒いですね。いや、この中ほんと暖かいですね。でもうここも片付けをして、時間も時間なんで、今からここで歯を磨いていきたいと思います。今時刻はもう12時になろうとしてます。でサブバッテリーですね、 100% から始めて今 90%。 やっぱ冬はなかなか減らないですね。なので、電源があるサイトとか RV パークとか、安心感とかそういうのはあるんですけど、こういう道の駅とか車中泊が OK なところだったら、電源がなくても冬は全然大丈夫ですね。ちゃんと FF ヒーターの経由とか確認しておかなくてはいけないとは思いますけど、今日はこれで眠りにつきたいと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。時刻が今9時7分ですね。今室内の温度が20度なんですけど、外が 6.2 度ですね。で今はこの FF ヒーター、温度設定じゃなくて P1 設定で動かしてます。P1 から P5 まであるので一番小さいんですね。で私の FF ヒーター H2 で始まるんですけど、温度設定にするとめちゃくちゃ暑くなるんですよね。18度で寝てたんですけど、暑くて起きたんで一回消しました。そしたら次はめちゃくちゃ寒くて起きました。でその時にこの温度計見たら、外がマイナス2度になってました。室内の温度は6度でした。写真を撮り忘れてて、30分後ぐらいに写真撮ったら次 1.8 度、マイナス 1.8 度になってたんで、その写真しか撮られてないんですけど、室内も6度ぐらいだったんで、すぐ FF ヒーターをつけました。
で FF ヒーター熱くなりすぎるんで、どうしたもんかと思ってたら、この P1 っていうのを思い出して、電源ボタンを長押しですね。その設定の仕方を2種類から選べるんで、この P1 にして今快適です。あと結露の方ですね。ここら辺はもちろんしてないんですけど、ここでテント張って泊まられてる人がいたんでびっくりですよね。こんなマイナス2度のところでやられる達人ですよね。はい、前がこんな感じです。ここはどうしても結露してしまいますよね。ここをね少し開けとけば若干防げるかもしれないので、次回からやってみようかなと、換気も含めて。皆さんどういう風にね結露対策されているのか知りたいので、いいやり方あるのであればコメントで教えていただければ真似させてもらいます。もう道の駅は空いてきた頃なんで、寝袋と毛布ですね、あとこの敷きパッド片付けて、こちらの方で朝ごはんの準備をしていきます。はい、それでは一旦きれいに片付けました。敷きマット、毛布、枕ですね。こんな感じで、寝袋は中にしまいました。片付けは簡単ですね。あとはベッド展開ももうしまってシート型にしてます。では今からパンとあとコーンスープ持ってきてるんで、ここで朝ごはんの準備をしていきます。スプーンをね使うのは洗い物しやすいパンで買ってください。うまい。やっぱり電子レンジでパンをちょっと温めたんでふわふわ感が戻ってますね。やっぱり電子レンジあるといろいろと便利ですよね。なかったら使わないだけなんでしょうけど、あったらあったで全体的に食材がワンランクアップするって。いや本当こんな変哲もない料理じゃないですよね。これもはや朝食がめっちゃうまいですよね。これぞ車中泊って。はい、朝食も食べ終わって片付けも全体的に完了しました。テーブルも片付けて、下も掃除機またかけて、着替えも完了してます。時刻が10時40分ですね。気温、中の温度は 21.6 度、外気温が 7.6 度ですね。で1回ですねこれ10度を超えたことがあったんですけど、おそらくあそこのワイパーのとこに置いてたんですけど、直射日光が当たって温度が上がったんじゃないかなと思いまして、あそこから移動してナンバープレートのゴミ置き場のところですね入れ直しました。そうしたらこんな感じで 7.6 度に変わっていったと。ナンバープレートのところの密封ではないので外気温が入ってくるのかなと思ってこれで一応試してます。 FF ヒーターは相変わらず P1 でずっと回し続けてます。中は快適です。ではあっちの道の駅ですね、どんな売り場なのか見に行きたいと思います。
道の駅から戻ってきました。これ買ったものですね。かぼちゃ380円。これ色もいいし結構立派なんですよね。中身は切らないとわからないっていうのはあるんですけど、私かぼちゃ名人なので見てわかります。これはいいです。あとこれ奥さんがおはぎ好きなので帰って食べようかなと。手作りで美味しそうだったので、おはぎに関してはよくわからないですけど絶対美味しいはずです。で帰ってきて FF ヒーターつけっぱなしで、はい、こんな感じですね。外は寒いです。 7.7 度、ここの中は 22.4 度、ちょっと暑いですね。逆にそうなると P1 でつけっぱなしで寝たとしてもちょっと苦しいかもしれないですね。寝る時の対策をちょっといろいろと考えたいなと思います。消したら寒いんですよ。けどつけっぱなしだと暑すぎる。ここの窓を若干開けて寝るか、でももちろん上も網戸にして寝るとか、もう少し隙間を開けるとか、そうなると、外の音が今度は気になりだすとか、そういうのもあるんで、いろいろと試行錯誤しながら冬の車中泊の仕方を極めていきたいと思います。道の駅は結構人が多かったですね。うちの車も結構止まってます。駐車場はですね、ここだけじゃなくて向こうの方の奥まで結構あるので、台数は間違いなく足りるとは思います。で、道の駅に関してなんですけど、見た目よりは広かったなっていうイメージがあります。で、お客さんもなかなか多かったし、他の道の駅と同様なんですけど、野菜売り場が中心で一番多く取られてて、あと惣菜とかお弁当とかそういうのも並べてありました。で、あとそこならではのと思うんですけど、サバですね。幻のサバみたいな、噂のサバかちょっと忘れましたけど、うなぎとかも置いてありましたね。あとわさび菜とか、そこは入り口付近に置いてあったんで推しかなと思いました。あと今ならではなんですけど、干し柿が売ってましたね。私干し柿好きなのでちょっと目についたんですけど、700円ぐらいのからで、一番高いのが5000円っていうのがあったんで、めちゃくちゃ入ってましたね。中に買う勇気はなかったですね。あと道の駅の中にもトイレがあったんで、外のトイレより道の駅の中のトイレの方が綺麗だったので、もしも営業中にここに立ち寄るんであれば、道の駅の中の方がトイレとかは綺麗でしやすいのかなとは思いますので、でも2カ所に近いところにあるっていうのはいいなとは思いましたね。あと道の駅の外ですね、もう一個お店みたいなのがあって、ソフトクリームが売ってたり、あとパンですね、パン工房みたいな別館であったんで、気になる方は行ってみたらいかがでしょうか。さすがキャンバス佐賀さんの矢野さんのおすすめでもあるこの道の駅大和ですね、非常に良かったと思います。こう見渡したら景色とかも結構綺麗で、止まってみて車通りはあるんですよ。バイパスまでは行かないんですけど、大通りが目の前にあるんで、でもちょっと中に入ってるんで、なので車の音は今回は気にはならなかったですね。という道の駅大和でした。今回の道の駅の車中泊はこれで締めさせていただきます。最後までご視聴ありがとうございました。また近いうち必ずハッピーワンで車中泊行きますので、またのご視聴よろしくお願いします。